どうも、スバルが大好きなゆっくりレ夢ムちゃんです。こんにちは。STI のロゴが好きすぎるゆっくりマリサだぜ。今回は、購入者必見、新型 WRXS4 完全攻略、乗り換えで迷わない、を紹介していくぜ。11月に全世界へ発表された、あのフルリニューアルモデルのことね。話では納期が早くて2月とかっていう話が出回ってるわね。早く新型の WRX を、一般行動で見てみたいわ。そこら辺は2点3点して、4月だったりゴールデンウィーク明けだったりと、連絡がまちまちみたいだな。でもふと思ったのだけど、無理に新型の WRX を購入しなくても、前の WRX なら中古にはなるけど、まだたくさん出回ってるわよね。個人的にはそっちでもいいのかも。なるほどな。まんじゅうレ夢ムはどうしてそう思うんだ？そうね、個人的な感想だとやっぱり金額が高いってのと、デザインが前の方がいいかなって思っちゃったわ。確かに今のは発表された時に、ネットでは話題になった話の一つだな。だがしかし、それは新型 WRX の少しの側面でしかないんだぜ。確かにパッと見、外観だけを見ると私も以前の WRX の方がかっこよく見えるが、一つ一つ形の意味や中身を見ていくと、新型の素晴らしさが見えてくる。なんとなくだけで判断しちゃうと、素敵な出会いのきっかけを逃すぜ。確かに。ちゃんと一つ一つを吟味して考えてなかったわね。安心してくれだぜ。そんな、まんじゅうレ夢ムのために今回は、新型 WRX-S4 を完全攻略として、購入時に考える良い点と悪い点を紹介するぜ。つまりこの動画を見た後に、それでもいらないと思えばそれは購入に値しないし、心が動けば購入検討を考えても良いってことね。そうだな。新型 WRX を購入検討している人にとっては、かなり貴重な内容となるので最後まで見ていただけると嬉しいぜ。普段はスバルネタをメインに、色々な雑談等を配信していきますので、スバル好きはチャンネル登録で繋がれたら嬉しいぜ。それでは本編行ってみましょう。ゆっくりしていってね。まず最初は、どうしても目が行く外見から話していこうか。良い点から見ていきたいと思うぜ。そうね、まず気になっちゃうのは外見よね。特にフェンダー周りが大きく変わって、レ夢ムちゃん的にはちょっと残念。おっと、確かに巷では残念がる声があるが、これは速く走るため進化したデザインだぜ。開発者曰く、スポーツカーとして新型 WRX を設計しているそうだしな。ほうほう。全くそこら辺の知識がないから聞こうじゃないか。話してみなんでこいつ、こんなに上から目線なのかわからんが、わかったぜ。まず今話すフェンダー部分は、どうしても新型 WRX を話す上で、外せない内容だからな。なんてったって、賛否両論ある中で一番やり玉に上がるポイントでもあるしな。確かに、ネットの反応とか見ても、大体この話で持ちきりだったわね。この部分は樹脂パーツでできており、スバルでは XV やフォレスターのような、クロスカントリー車に付けられてるな。そう。それでなんかイメージと違うな黒缶っぽいなって思っちゃったわ。確かにそういう意見も多いな。しかし、これにはちゃんと意味があり、空力テクスチャーを採用したからなんだ。一見、コストカットをするために樹脂パーツを使ってるように思われるが、そうじゃないんだな。あら、てっきりコストを抑えるためのものだと思ったら違うのね。でも樹脂パーツに変わりがないのなら、そこに特殊な加工をしてるのかしら？今日のレ夢ムはなんか冴えてるな。その通りだ。樹脂パーツを拡大してみるとだな。表面にヘキサゴンパターンが施されてるのがわかる。一見、飾りのための衣装だと思われがちだが、空力を考えた形状なんだ。ゴルフをやってる人ならわかると思うが、ゴルフボールは飛距離を伸ばすために、ディンプル構造をしている。それが、樹脂パーツの表面に、辺の長さ 3mm 深さ45マイクロメートルのヘキサゴンの凹凸として、埋め込まれてるってことだ。効果として、空気の剥離を抑制することで、高い直進安定性や操縦安定性を実現するぜ。なるほど。その空力テクスチャーが前後のタイヤフェンダーに施されてるのね。それだけじゃなく、前後バンパー、サイドシルにも施されてるんだ。それと多分だが、ビジュアルをコンセプトカーのビジブに寄せるって、意味もあったんだろうな。他にも、フロントトリアの樹脂パーツには、エアアウトレットが設置されている。フェンダーアーチの樹脂の部分にさりげなく配置されていて、非常にかっこいいぜ。確かに気づかなかった。でもこれって意味があるの？シャレオツになるためのアクセサリー？バカだな。スバルがそんな無駄なことするわけないんだぜ。これのおかげでホイールハウスやリアバンパーに溜まる空気を排出できる。結果、揚力や乱流の発生を抑制することで、上下左右の揺れと操縦安定性を低減できるんだ。ほげー。ちゃんと考え込まれてるのね。目立つ樹脂パーツの部分は分かったけど、他に外見的に特徴的なところはあるの？そうだな。例えばキックアップ形状のトランクリッド。これは、リアガラスからトランクへ流れる空気をコントロールすることで、不圧の発生を抑制できるんだ。
燃費を向上を狙える他に、見た目もかっちょよくなってるぜ。確かにこれもエアアウトレット同様、さりげなく設置されていて、一度気づくとかっこいいわね。リアの方で気になるのはそれ以外にも、リアコンビネーションランプだな。モチーフはマグマのように見せているところで、一見ランダムに点灯しているように見えるよな。そうね。確かになんだか不思議な感じ。実はこれリフレクターの位置を不均等にすることで、表現を可能にしてるぜ。規定もちゃんと守っており、光量はどの位置からでも同じになるんだ。確かにこれなら、停車してる時に後ろの車にドヤ顔で見せつけたくなるわね。殴りたいその顔。以上が特徴的な外見のところになるが、全体的に S4 専用のオーバーフェンダーや、リアがかなりアグレッシブで、トランク、特徴的なランプとガーニッシュ、ボディパネル、バンパーディフューザーと、かなり見どころ満載の一台だな。レイムちゃんは、前のモデルと同じ、左右4本出しのマフラーでかっこいいのも好きだわね。続いて中身のいい点を見ていくぜ。見てくれレイム。このデジタルコックピットは見た目もそうだが、かなり先進的なシステムなんだぜ。ただし、これから話す内容は残念ながら、グレードによっては標準装備されてないから注意だ。全部には装備されてないのね。ってことは、それが欲しくて購入したと思ったら、装備されてなかったら悲しいわね。まず紹介するのは、12.3 インチ液晶メーターだな。これは、次のグレードのみに標準装備されてるぜ。グレードの話については4種類あるってだけ押さえといてくれ。その中の2つのみに標準搭載だ。これすごいわよね。全画面ディスプレイになっていて、近未来感が演出されていて好きだわ。昔から車に慣れ親しんでる人には違和感を感じるかもしれないが、ちゃんとモード切り替えでアナログメーターにすることも可能だぜ。ディスプレイだから、色々な情報を表示できて便利なのね。その通り、このディスプレイには3種類の画面を選択することができ、ノーマル画面、地図画面、アイサイト画面の3つだ。やった。わざわざナビ見なくても、目の前のディスプレイで足りちゃうわね。そうだな。用途に応じて切り替えられるので、かなり自由度が高いぜ。そしてセンターについているディスプレイについても触れるぞ。こちらは、11.6 インチのセンターインフォメーションディスプレイだ。なんだか、すっごく縦型になったわね。マップもかなり大きく表示されそうでより快適になったわね。操作性もスマホと同じなので、UI 的に優秀だな。ありがたいことに、エアコンやシートヒーターの操作もここで可能だ。まさに、すべてのコントロールはここに集約されている。細かい気配りとして、ディスプレイには壁があるので指ついて操作しやすいぜ。それと、エアコンは物理ボタンもちゃんとあるので操作が楽だ。なんでエアコンだけ物理ボタンを残したのかしら？おそらくだが、海外受けを狙った部分はあるだろうな。エアコンを物理操作したい人が多いらしいぜ海外では。確かに、レイムちゃんもエアコンはダイヤルでやりたい派だわ。あと、インテリアについてはざっくりとなるが、安っぽさが全くないな。さっきのディスプレイはグレードにより有無はあるが、これについてはほぼ統一だ。インパネミッドトリムはちゃんと表皮巻きのレッドステッチだ。本側間ステアリングホイールも、レッドステッチ、高色感化は、ピアノブラック超過色パネルだしな。他にも、ドアもちゃんとステッチと表皮巻きが使われてるぜ。なんとも全体的に高級感を感じるわね。ドアの閉まる音なんかも良さそう。良いところに目をつけたな。ドアキャッチャーの内部構造を変えてるため閉まる音が高級感だ。そして目に見えない中身として、新型のアイサイトも注目だ。アイサイトって結構昔からあるけど、年々進化してるってことよね。そうだな。装備されてるのはアイサイト X で、これは以下のグレードでは非装着だ。アイサイト X は従来のものと、どこら辺が違うのか教えて。簡単に言うと、長距離ドライブがさらにしやすくなったぜ。なんと、渋滞時に手を離した状態でも、運転をしてくれる。また、その際に再発進も自動でやってくれるから、これで渋滞ではかなり楽になるな。何それ、車が勝手にやってくれるのは、渋滞嫌いの私にもってこい。でも、それって常にやってくれるの？これらにはある特定の状況が必要だけどな。他にも、料金所手前の自動減速や、車線変更時に方向指示器を入れれば、勝手に、ステアリング操作をしてくれるのぜ。停止と発進を繰り返し、ドライバーを疲弊させる渋滞時には、ハンズオフ。走行発進アシストで運転負荷を大幅に軽減してくれるのね。すごい。今日のレイムは理解度が高いな。その結果、退屈な渋滞運転時は自動を、楽しみたい時は手動を使える。もっと楽しいドライブ環境を提供してくれるってことだ。ざっくりとだが、内装の良い点を紹介したが、次はみんなが気になる、STI について話をするぜ。ちなみに STI グレードは記載の2つがあるぜ。STI が好きな方はぜひ、購入検討の参考にしてほしいぜ。まず外見からだ。外見は、グリルの塗装と、STI のエンブレムだな。あ、よく WRX についてる STI のエンブレムよね。あれが標準についてるのね。そうだぜ。
あとはグリルがダークグレーシリカの塗装になってるな。エンブレムについてはフロント、リアの2箇所だな。内装等はどうなのかしら？まず運転席に入って目に入るのは、ステアリングホイール。こちらは、本革を採用しており、かなりの高感触だぜ。可色パネルはピアノブラック調となっており、これまた高級感が。やっぱり STI のステアリングは、レッドステッチじゃないとね。そしてエンジンをかけるとディスプレイに、STI のロゴとレッドリングが表示だ。メーター類のところに STI って表示が出ると、すごいテンション上がるわ。さらにシートには、レカロシートが採用。しかも STI のロゴ入り。快適性とスポーツ性を高次元で両立しているぜ。やっぱシートと言ったらレカロよね。これにはなんか特徴でもあるの？簡単に言うと、前後左右にかかる G に対して、体がずれない安定性があるんだ。長時間ドライブでも疲労が溜まりにくい設計だぜ。また、表皮はウルトラスエードを採用。それにより肌触りも良しだ。まさに、走りを追求する人用向けの装備って感じね。最後は走りの部分の紹介だ。STI ではダンパーの調整が電子的に可能となってるんだ。コンフォート、ノーマル、スポーツの3つから選択が可能。コーナーで発生するロールの大きさ、速度、加減速によるピッチングなど、制御できるぜ。つまり、自分に合ったセッティングが可能なのね。なんちゃってメカニック気分を味わえるのは嬉しいわ。それ以外にも、コンフォート、ノーマル、スポーツプラス、インディビデュアルの5つのドライブモードから、環境に適した選択が可能なんだ。ここら辺は、従来の WRX よりさらに臨機応変に選択できるのは嬉しいね。とまあ、ここまでは良い点の話だ。ここからは、人によっては悪い点の話をしていくぜ。まず一つは、トランクがちょっと狭いと感じることがあるってことだ。とはいうものの、今まで WRX を乗り継いできてる人からしたら、大して変わりはしないがな。普段からハッチバックや SUV を乗ってる人からしたらびっくりかもね。ただ、横に並べると、意外と入りそうな気がするわ。ゴルフバッグだと4つ、大型スーツケースだと2つ入るな。空間といったら車内空間も人によっては、悪い点があるな。4人乗りだが、後部座席は結構きついかも。例えば、レッグスペースは拳2つ分のスペースしかなかったり、頭上は標準的な男性で、拳1つ分くらいの余裕しかないぜ。これは走行性能を高めた WRX だから仕方のないことだと思うけどね。その通り。今挙げたのは、これより大きな車から乗り換えた時だな。そもそも、この車を買う人には、ここら辺のことなんて気にしない人が多いと思うから、ぶっちゃけそこまで悪い点でもないと思うんだけどな。てか、WRX 乗るならそんなこと気にするまともな人なんていないわ。まあ、確かにスバル乗りはウプ主含め、変な人しかいないからね。一応、悪い点として紹介したぜ。さあ、今回はこれで全部だったが、他にもエンジンが2リッターから 2.4 リッターになったりと変更点はあるが、これらについては機会があったらまた解説をしたいと思う。やっぱりレイムちゃんはこの動画で、オーバーフェンダーの印象が大きく変わったわね。それに、リアもかなりアグレッシブで、リアのオーバーフェンダーもいいわ。私はなんと言っても、特徴的なランプは結構好きだったりするぜ。それに、オプションの STI のパーツもつけるとかなり印象が変わってかっこいいな。長々と話してしまったが、金額的に高額ではあるが、その分、今までの技術と最新のテクノロジーが合わさった値段に負けない車に仕上がっているのが新型 WRX だ。今回の内容で、少しでも新型 WRX の購入参考になれば嬉しいわ。こんな感じで、このチャンネルではスバルの話とか、ウプ主の愛車である、WRX の車載動画とかをアップしているので、ぜひ、スバルが好きな人はチャンネル登録という形で繋がれることができたら幸いだぜ。あと、評価ボタンもぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。